今日の夕飯は、はい。鹿、イノシシ、アナグマ餃子です。あ、3つ。そう。へえ。鹿の餃子も、はい。イノシシだけの餃子も美味しいけど、はい。鹿はもともと淡白で、はい。で、今日のイノシシもオスの、淡白な子だったので、はい。そこにラードの代わりにアナグマの油を入れて。贅沢ですね。贅沢ですね。アナグマどこですか？後ろ足です。へえ。そう、この筋というか膜、はい。筋肉の外側にある膜がどうしてもこの切り刻みきれなくて、でも歯触りは筋みたいになっちゃうから、こういうのを取って。アマゾンの部族だったっけな、ヤノマミとかっていう大きな集落に住んでる部族がいるんです。はい。でその人たちは大きなその施設みたいな集落で共同体してるから、そこの中にはプライベートがないと。プライベートは森の中にあるらしいんですよ、おのおのは。だから外の森行って排泄したり、性行為したり、そういうプライベートのことは森でって言うけど、なんか最近僕の生活もいろんな人が出入りしてて、プライベートなのかここがパブリックなのか分かんなくなってきちゃって、もうちょっと来客の数というか、ねえ、あ、いいよってすぐ言っちゃうけど、今後ちょっと考えないとダメですね。森に逃げたくなっちゃう。さらに奥に。疲れもありますよね。いや、やっぱね、人が好きだけど、人がいると気疲れはあるんじゃないですかね。だって半端ないですもん、気遣いようが。いやいや。じゃあもう正直ちょっと撮影も疲れとかあったりします？撮影でもね、やっぱ呼吸ですよね。なんか坂上さんとはだんだん呼吸が合ってきたし、気使わなくなってきたけど、やっぱり1回2回の人とかが入れ替わり立ち替わりすると、あと初対面の人と、なんか
どういう方なんだろうとか、うんなんかそういうことがあると、そうですね。でもそりゃそうよね。だと思います。悪く書かれた週刊誌の記者とかさ新しく来た週刊誌の記者とかさ来たらやっぱウェルカムしすぎなんいやーなんでしょうね、なんかもともと山は別にこういう場所っちゅうのはね、来てくれるなとか来いとかそういうことでもないからって思ってたんだけど、でもおっしゃる通りなんかいやちょっと忙しくてとか、そういう嘘も方便的なこと使った方がいいのかな。そうですね。自分のためになんかいい気はしますよね。自分の時間本当ないくなりますもんね、それで考えると。まあもともと自分ちゅうのもそんなないんですけど、だから若い時からそうだったんですよ。よう人が来る家だったんです。あ、そうなんだ。あ、実家の時ですか？東京に住むようになってから。で毎回全員分の料理も作ってっていう、宿のなんかケアもしてとか、なんかすごいっすよね。グレてみようかな。うるせえその辺で勝手に寝とけっつって。カップヌードル食えや怖い。まだ自分のキャパを分かってないんでしょうね。いや楽しいし、でもふとあれなんでこんな疲れてんだろうって思うと、あ気づかれか。決めた方がいいんですかね。なんか例えば1週間のうち2日はもう1人だけの時間作るみたいな。また仕事が不定期ですからね。でもおっしゃる通り決めた方がいいのかもしれないですね。もう本当に山奥にしーちゃんと脱走するか。誰かにもう完全にプライベート込みで管理してもらう、スケジュールの管理をしてもらうとか。自分だったら結構ノーって言えないみたいな。いやそれは嫌だな。まあそうですね。仕事だったらまだあれですけど、そりゃそうか。仕事すらもう嫌だな。管理されんの。やっぱ自分でスケジュールとかやるようになってなんか全然違います？違う。自分に決定権があるのがすごい自由に感じる。なんか知らない間にことが進んでて、知らない間にスケジュールがまあ決まってるっちゅうか、そのマネージャーさんいた時から、いついつからいついつまで入ると思うよとかいうのはあったけど、何かマネージャーさんにいついつ空いてますかって自分のことなのに、空いてる空いてないのお伺いを立てるのが、なんか自分の生活なのになって。でやっぱりその時にお休み、いただきたいんですけどって言ってる自分が、休んじゃいけないことかのような錯覚を覚えるというか、すごいわがままを言ってるように感じる自分もいたから。でもお休みいただきたいっちゅう言葉も変だけど、結構日本社会ってそうじゃないですか。そうですね。そうですね。有給とかあっても取っちゃいけないようななんかそうそう、ありますもんね。それが今や自分で決めれる、自分で責任持てるのは、やば、米の炊けてる匂いがしてる。ちょっとおこげになったぐらいかな。うわっとニラ、
ニンニクと生姜って結構万能ですね。うん、すごい使えます。塩とちょっとの料理酒、種をちょっと置いといて、大根ははい。ハーフで売られてる時、頭と尻尾どっち買いますか？頭？なんとなくなんかそうですね。頭の方が甘い、尻尾の方が辛い。そうなんですね。そうだから作りたい料理によってはい。どっちにしようかなって。今今日大根おろしで辛いのちょっと食べたいなっていうんだったら尻尾買います。そうなんです。これはこれははい頭、釜揚げしらすのっけて、はい。大根おろし、しらすおろし、箸休めに。あ、美味しそう。原料メニューの鶏肉とブロッコリーは基本茹でですか？焼きでもいいです。焼きでも油あんま使わずに。油あんま使わずにだけど、はい。鶏肉の焼きはやっぱ油使わないとひっつくから、でも茹でが僕の場合は多かったです。味変しようと思うと何だったらまだいいんですか？オリーブオイル、レモン、胡椒、はいまあハーブソルトとか使ってもいいし、いや、とりあえずちょっと酒を飲んでそう落ち着いてなかったです。ロング缶、普通缶どっちに飲みます？僕でもビール飲めないの？いやいや、あ減量中でした失礼しました。そんなん頑張ってるあなたには白州の水割りを差し上げましょう。へい、はい、ありがとうございます。今晩もよろしくお願いします。お願いします。うまい。なんか自分のご褒美みたいなんてなんかあります？なんかよく仕事頑張って、区切りの時には食べるこれみたいなのとか。
僕いつもここから帰った時はご褒美じゃないですけど、なんかマックを食べたくなって食べちゃうみたいなのがあるんですけど、まあ今回は食べないですけど、やっぱりダイエットはいしてた時、減量ダイエットっていうか仕事で減量、はいボクサー役やってはいでスケジュール的に計量のシーンが一番最後に来たんです、はい、で計量っていうのは脱いでカリッカリな体だから、でそれ終わって撮影終わった、もう減量しなくていいって言って、はい帰り道にマネージャーさんが運転だったから、はいだからマックのドライブスルー寄ってもらってコーラの L とポテトの L と、ビッグマックと、照り焼きマックバーガーと、ナゲットの 5ピースのマスタードいつものやつ買って食べてめちゃくちゃうまくて、家帰って全部出ちゃった。やっぱ体がもう無理だって。もう変わってるんですね。変わってるから。へえ。でも脳がしびれるほどうまかったそっからまたマックを食べられる体にリハビリし直してそれはリハビリなのかどうなのかなんか僕最後の晩餐何食べるっていう質問あるじゃないですか、真剣に考えたんですよ、最後の晩餐と言わず最後1週間猶予をくれとかって最後の1週間もらったら、水曜日の昼飯ぐらいでマック必ず食います日曜日が週末の日だとしてでもなんかわかる気がしますね、それも全然ちゃんとした一食ですね。なんで餃子のリクエストだったんですか？なんか変わったものっていう。山で餃子みたいな。あと肉もなんか面白そうだったんで、他なんかあります？カツ丼っておっしゃってましたね。カツ丼、カツ丼はまあいずれ。鹿カツがめちゃくちゃ美味しかったんで、ね。いやカツ丼にするんだったらやっぱイノシシで作った方がいいと思います。とんかつ丼みたいな感じでイノシシカツ丼。一番好きな食べ物は本当はすき焼きなんですよね。熊ですねすき焼きは熊。いつか取るから。お願いします。楽しみにしてます。僕もねいつか熊は取りたいって思うけど、やっぱり前も言ったけど個体数と猟期の問題と、なんかいたからいつでも撃てるっていうもんじゃないし、ちょっとちゃんと真剣に向き合っていつか熊が一人の忍び漁で取れる漁師になりたいなとは思うけど、難易度やっぱちょっと少ないから高いみたいな感じですか？やっぱ個体数は全然少ないです。イノシシ、鹿に比べたら。で僕の群馬の師匠は熊を取ったこともちろんあるし、忍びでもあるけど、毎日山通えって、毎日山通って熊のこといっぱい勉強して、で熊の気持ちが分かるようになって、初めて熊打ちができるから。で流し漁って言って車で走って偶然ツキノワが歩いててそれを取るっていう狩猟ではないので僕は、ちゃんと熊を狙って忍びで取りたいっていう漁師なので。お水を。
じゃあ小麦粉。で追い油。オイル油ってなんか意味あるんですか？なんかやってる人がいたからやってるだけで意味は分かんないです。なるほど。これ坂上さん米。はい、ありがとうございます。玄米。ああ、ちょっと焦げちゃった。でもうまそう。確かに美味しそう。いただきます。はい。熱そう。穴熊。はい。うまい。穴熊感じます？あ、穴熊っていうか、はい。三位一体となってはい鹿イノシシ穴熊が、はい。ただ、豚肉だけとか牛肉の脂肪分っていうことではなく、肉に弾力はあるんですけど、はい。でも肉の味がね、品はいいんだけど、味がある。雑な感じがしないけど、味があってコクがあってうまい。焦げてるけど、はい。バッキバキパリッパリで、はい。このタレをすごい吸い取ってくれるから、ご飯との相性が最高。
うまい。うまい。